皆さんいかがお過ごしでしょうか。文系アカリストのハテナです。はい、ということでですね、今回はいやーちょっとですね、この話皆さんに怒られるかもしれません。はい、ということで、最近そういえば何々してないなっていうね、お話を、連続で何回かさせていただいてたかと思います。例えばね、最近 CO2 炊いてへんなであったりだとか、液肥を使っていない、プッシュしていないと、そういうお話を以前させていただきました。で今回も実はその延長でして、そういえば最近何々してないなっていうことに関して、いやーちょっとこれはですね、あまりよろしくない、はい、お話になってしまうかと思います。ただね、おそらくこれ皆さんも経験ある方いらっしゃるんじゃないかなと個人的には思うような内容でもありますので、少し参考になるようなお話にもなるかと思いますので、最後までですね、怒らずに見ていただけたらと思います。はい、では早速本日のお話に行きたいと思います。その前にこちら私ですね、この狭い 4.5 畳の元々のアクアリウム部屋に戻ってきまして、水槽をですね約もうこれ2ヶ月ぐらい、はい、管理をしているようなものがいくつかあります。管理と言いましても90センチのメインの水槽に関してはしっかり、ある程度立ち上げてですねやっている部分っていうのはあるんですが、それ以外のこちらの水槽、これ60センチ水槽になりまして、こんな風にちょっと流木をね、置いて、本当に申し訳程度の水草を設置といいますか、配置をしているっていうね、だけの水槽があったりします。これはこれでなんとなく気に入ってはいて、こうシンプルなね、感じっていうのがすごい好きではあるんですが、やっぱりね、こういう90センチ水槽みたいに、立ち上げてはいこうかなとは思っています。はい。でこの2ヶ月間どういうメンテナンスをしてたかと言いますと、液肥とか CO2 っていうのは、添加せずですね、そのまま、管理をしていたっていう形にはなりまして、ただですね、水草結構繁茂しだしましてですね、そんなにこうね、枯れ出したりとかっていうのは全然なくてですね、割と順調に今のところ迎えられてるかなと思います。で具体的なメンテナンスとしては、この水槽のこのガラス面といいますか、これアクリル面ですね、アクリルの部分とかをこう掃除っていうのは欠かさずやっておりました。定期的に、はい、やったりはしております。いやただですね、実は 1.2 ヶ月の間やってなかったことがあります。はい、それがですね、水替えです。はい、怒らないで聞いてくださいね。実はこの2ヶ月間全く水替えをせず、足し水だけで管理をしておりました。でこれには本当にね、もう浅い理由がありまして、単純にめちゃくちゃ引っ越しが忙しかったと、いうことになります。もう5月末までですね、この古い、テナント物件ですよね、そちらの旧テナント物件の方を解体、そして片付けをしていたんですよね。それがあってね、もう動画も全然アップできず、おまけにね、水替えっていうのももうなかなか実はできなかったっていうか、全くやってなかったんですよ。で実際そうなるとどういうことが起こるかっていうと、はい、やっぱりですね、苔が生えます。はい、もうこれはもう当たり前っちゃ当たり前なんですが、はい、こんな風にこれ青みどろをですね、いつもの青みどろさんがしっかりと繁茂をするということになっておりまして、決していい環境っていうのは言えないかなとは思います。ただですね、他の水槽とかもそうなんですが、実は生態はね結構元気で、全くこう落ちるみたいなことはなかったんですよ。でただですね、この底の方を見てみると、やっぱりこの糞とかですよね、そういったものが溜まっているっていうのは見えます。でこの90センチ水槽の提唱はこれ溶岩石の露材でして、はい、露材をですね提唱に引くということでやってるんですが、その下やっぱりね糞溜まってますよね。はい、ということで、今回はですねアクアリウムの水替えについて少しお話をしていこうと思います。皆さん、当然だと思うんですが、水替えされますよね。水替え全然してないっていう方いたら、ちょっとまた教えてほしいなと思います。水替えをしない、足し水だけで管理をするみたいな水槽っていうのもね、現実問題あるとは思います。そういうね YouTube の動画とかアップされてる方もいらっしゃると思いますので、もしそういう方いらっしゃったら、どういう風に管理しているのかっていうね教えていただけたらね大変嬉しいなと思います。はい、ということで、今回はですねそのお話をしながらですね、2ヶ月ぶりに、水替えをしておこうと思います。
私別に水替えをですねしたくなかったわけじゃなくて、水替えしたかったんですけども、忙しくてね、物理的に時間がなくてやってなかったっていうだけですので、今回はですね、あまりこう一気に水替えっていうのは良くないですので、低所のねゴミとかを吸いながら、はい、ある程度ね少し、分量は減らした水替えをしようと思っています。はい、早速これやっぱりねだいぶ溜まってますよね。はい、これ魚のおそらくね餌あげたものの排泄物とかから出てるようなねこうゴミというかもう糞ですよね。それがこう低床にどんどんこう溜まっていくということになると思うんですが、いやこんな風にね本当に真っ黒です。いやーただね個人的にこのなんかこう糞を吸うようなこういう映像私結構好きですいません、ちょっとなんかこうお食事中の方とかねいらっしゃったら本当に申し訳ないんですが、個人的にはねすごいこのね光景好きなんですよね。なんかすごい気持ちよくないですか？はい、でしかもねこの溶岩石の提唱意外とねこれやってていいなと思ったのが、ここにね水草とかを特に植えてるわけじゃないので、もうこのね奥までこうガスッとこうホース突っ込んでですね、ゴミを取ることができますので、すごくね綺麗になるんですよね。これ掃除しててねすごい気持ちいいです。はい、これね一個こう、ちょっと今回の話とはブレてしまうかもしれないですが、この溶岩石の提唱ってね意外と私これありかなと思ってきました。水草植えたりすることできるんですかね。またできたらねそれはそれで面白いかなと思いますが、ちょっとねどっかで試してもいいかなと思います。はい、で水質の話とかにねちょっと戻しますと、この90センチ水槽はオーバーフロー水槽になっておりまして、下にですねかなり大きめの、具体的には45センチ水槽の大きさのフィルター、フィルターって言いますか、ろ過層ですよね、それをオーバーフローで、やっていると、そういう管理をしている水槽になるんですよね。ですので、いわゆる外部フィルターですよね、エーハイムのものであったりとか、そういう外部フィルターを使っておりません。ろ過容量もかなり大きい、サイズになりますので、通常の水槽とは、環境が違うようなものっていうのは正直なところです。はい、でそれで2ヶ月水替えせず足し水で、やってたっていうことなんですが、生態はですねすごく元気です。はい、もうこれはねもう間違いなく言えると思います。生体の体の体色であったりだとか、私ですねよくレッドデビルエンゼルフィッシュのこの体色で、結構健康状態ってわかるなと思っておりまして、レッドデビルエンゼルフィッシュのその体色の発色がすごく綺麗であったりだとか、このなんて言うんでしょう、この、ヒゲみたいにねこう下に伸びているものが口の下ぐらいから出てるんですけど、これ何かわかんないヒレみたいなね、ものが出てるんですけど、それがねこのレッドデビルエンゼルフィッシュがちょっと青白くね光る、なんとなくね蛍光に光ってるような時ってあるんですよ。でこれめっちゃ綺麗なんですけど、その時はすごく体調いいです。もうこれね、私なんかね分かってきたんですけど、はい、青白くね光ってるような時ってすごくこういいので、だから状態としては悪くない、全然水質としてもきっと問題はねそんなにないんだと思います。実際青ミドロも生えてはいたんですが、私ね管理するとき大体青ミドロはね、しっかり管理してても生えます。はい、でその青ミドロ自体ももともとね水草に付着してた青ミドロをそのまま実は入れてしまって、そこからね少し増えていたという程度ですので、劇的にこう苔が生えているとかそういう感じでもないんですよね。ですのでこの90センチ水槽とか、やっぱりかなりの、ね、水量ありますので、そんなに水替えっていうのを、もうやらなくても、いけるときはいけるんかなっていうのはちょっと思いました。はい、水の色はすごいですよね。もう真っ黒になってますが、はい、ということで他の水槽も見ていきたいと思います。こちらは60センチ水槽になります。こちらの方がねちょっと心配してた水槽になりまして、やっぱり水の量も少ないですし、植物もねほとんど、水草ないんですよね。ですので、こう魚のこう糞から出た、栄養素っていうか、そういったものを吸収できないような水槽になるかと思いますので、ちょっとこれはね心配してました。生態は全然元気です。で実際これ見てみると見てください。これ皆さん外部フィルターのパイプから出る水の量やばいっすね。もうだいぶこれ落ちてきています。で実はこの水槽で使っているフィルターがですねこれになります。
エーハイムの2271、プロフェッショナルっていうものです。でこれ通常の2213よりもろ過容量も多いですし、なんせね、パイプの太さっていうのが1段階太い、内径 16mm になるんですよ。でこれね、16mm のやっぱりホースって結構私気に入ってて、はい、2213ってね、割とすぐにホースの中が詰まるイメージがあるんですけど、やっぱりこのね、16mm っていうのはなかなか詰まらないです。でこれ詰まってるのはちょっと後日ね、フィルターを洗ってみたんですが、フィルターのね、内部がかなり汚れておりました。でこれ2ヶ月どころじゃなくて、もっと前からね、実はテナントの時からそのまま使っていたやつを置いただけになりますので、はい、もともとね、結構中は割と汚れてたんだと思います。フィルターの内部の掃除をしたら流量戻りましたので、パイプはね、詰まってるってことではなかったです。はい、で他のね、水槽も、はい、一応メンテナンスをしておこうかなと思って今水替えしているところです。皆さんこちら覚えてらっしゃいますでしょうか。カニ水槽ですね。はい、このカニ水槽はこれはね、さすがにだいぶ汚れやすいので、ちょっとずつ水替えはやっぱりやってましたが、なかなかね、これも若干放置気味で、荒れ出してはいるんですが、カニさん自体はですね、めちゃくちゃ元気です。はい、レッドデビルクラブっていうね、品種になりまして、これね、もうこの実は小ガニなんですよね。結構大きくなってきたでしょう。はい、これね、本当に涙なくして語れないこの、小ガニたちなんですよね。ちょっと詳しくは動画、かなり昔のね、動画見ていただけたら嬉しいと思うんですが、親ガニがね、こう亡くなって、ただこの小ガニたちはね、すごく元気に成長してくれてると、そういう水槽になります。はいと、こんな感じでかなりズボラなメンテナンスで、2ヶ月ですね、全然水替えせず、もう足し水だけで、全ての水槽を管理していたっていうところで、いやー、本当にあんまり良くないです。はい、それはね、分かります。ただ、90センチ水槽なんかは、これ皆さんどうでしょうか。あんな風にこの底面のこう、なんて言うんでしょう、糞みたいなものをこうね、汚れみたいなのを取り出して、水替え自体はですね、結構少なくてもいけるんじゃないかなってちょっと思ってるんですよね。今回水替えをしたと言いましても、この90センチ水槽でバケツ2杯分、約20リットルぐらいしか水を変えておりません。それでも生態たちかなり元気ですし、この90センチ水槽はできればね、こう水替え頻度っていうのをなるべく少なくして、管理をしていこうかなと今ちょっと思っておりまして、実験的にですね、はい、生態のこの状況とかも見ながらですが、水替えをできる限り少なくやってみようかなと。そんな風に考えていまして、1週間に変える量としてはもう3分の1とかね、全然そんなに到達しないぐらいの量で1回維持してみようかなと、はい、実験をしようと考えています。はい、よくね、3分の1ぐらい、1週間で3分の1変えるっていうのは言われるんですけど、私の環境でこれうまくいってるものをわざわざね、変える必要もないかなというふうに思っていて、これ皆さんどうなんでしょうかね。生態数も90センチ水槽で、結構そんなにね、むちゃくちゃ、はい、数が多いわけでもないので、とりあえずね、当面は水替え少なめで、魚たちにとってもあんまり環境を変えずに、管理をしてみようかなと、はい、そんな風に思っています。でただ90センチ水槽以外の水槽はやっぱりね、水替え、ちゃんとしないと、いけないんじゃないかなと、やっぱり状況を見てても思いますので、その辺は切り分けて、はい、やっていこうかなとは思っています。はい、最近植物、特にアガベとか中心になってくるんですが、本当にね、増えてきまして、もう毎週のようにね、新しい植物がどんどん家に届くんですよね。もう気づいたら増えていってるんですよ。なんでか知らんけどね、もう私買おうと思ってないのに勝手にね、家に植物届くので、もう植物もね、こうスペースがどんどんこうなくなってくるぐらい本当に増えていっています。ですので、その辺のこう植物の水やりとか、管理っていうのも割とね、私忙しいんですよ。なのでこうアクアリウムのこの水替えっていうのも、なかなかねこうできない時っていうのが、あったりしてですね、あんま良くないのかもしれないですが、それでねうまくいってるうちはいいのかなというふうにちょっと自分を今納得させながら、取り組んでいるというところになります。
はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さん怒ってません大丈夫ですか。はい、ということでね、今回は、そういえば最近、水替えをしてないなっていうことで、2ヶ月間全く水替えをしていない、水槽たちをご紹介しました。まあ、思ったよりも私の環境下では、まあ、いけてるのかなっていうふうに思いますが、これ皆さんの環境でね、当てはまるっていうわけではないとは思います。はい、まあ、あくまで、参考程度に、していただいて、まあ、私個人の経験、まあ、私個人の環境でということで、はい、参考程度にしていただけたらと思います。ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。